する TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、私すするがですね、札幌で一番印象に残っていたお店、こちらです。いわゆるチンチン電車になりますね。自然日線九条旭山公園通り停留所から徒歩2分くらいのところにありますラーメン木曜日さんにお邪魔してます。こちら木曜日さんですね、実は3年ぐらい前ですね、僕伺わせていただいておりまして、私すするのね、本にも掲載させてもらってるんですよ。なんですけどね、実は動画が出せなかったんですよね。ちょうどその僕が北海道に遠征行った時、その時はまだ良かったんですけど、そっからね、北海道とかで全国的にいわゆる緊急事態宣言ね、コロナウイルスがちょっと広まっちゃって、緊急事態宣言だなんだってなって、ちょっと遠征の動画出しづらいなみたいな感じになってて、その時僕北海道ね、3泊4日で行ってて、がっつり動画撮ったんですよ。10本ぐらい全部僕やりになったね。ほんと3泊4日空けるのにめちゃくちゃ苦労して、めちゃくちゃ動画撮りまくってラーメン食べまくったのに、当時はさすがにちょっと恨みましたよね。はい。世の中の情勢的には仕方ないことだったんですけど、そういったね、ちょっと残念なこともあったので、今回でも絶対木曜日さん行ってやろうと思って、もうほんと今回の北海道遠征はということで、これから木曜日さん、今日水曜日なんですけどね、今日水曜日なんですけど、木曜日に行けるのめちゃくちゃ楽しみに、早速向かっていきましょう。いや、これ木曜日さんでね、前回もラーメンいただきまして、なんていうのかな、このいい意味でのこのジャンク感、しかも当時まだ、今ちょっと値段上がっちゃったんですけど、上がったと言っても50円しか上がってない、ラーメン500円です当時で、500円でちょっとなんていうの、こうピンと張り詰めたような店内の雰囲気、そしてね、こう繰り出されるストロングなちょっとジャンク味のある、煮干しスープのラーメンがね、忘れらんなくて、しかもあの時ちょうど雪降ってたんですよね。雪めっちゃ積もってて、あの感じがね、すごく良くて印象に残ってて、もう一回絶対食べに行きたいなと思ってたんで、いや今回はね、ちょっと僕コンディションめちゃくちゃいいので、今日ラーメンとつけ麺行ってやろうかなと思ってますね。はい。なんで木曜日っていうお店の名前なんですかね。別に定休日が木曜日とかってわけじゃないですよ。全然日曜定休とかなんですよ。木曜日どっから来てるのかなっていうのちょっと気になりますよね。さあ、などなどね、あれこれと話していると木曜日さん到着しました。いやー楽しみっすね、本当に。いや、やっぱ前回とかこれまでね、札幌とかね、北海道でいろいろラーメンすすってきましたけど、木曜日ほどのインパクト、いろいろ美味しい店はもちろんあったんですけど、木曜日かなりちょっと心の中でね、インパクトとして残ってる店なんで、非常にこれからすすりに行くの楽しみです。行きましょう、レッツゴー。さあ、ラーメン木曜日さん注文制です。今回は前回もすすってお気に入りだった煮干し醤油と、初めてすするつけ麺醤油1玉をお願いしました。麺はレギュラー麺と数量限定の太麺を選べるのですが、すするが訪問した時は数量限定の太麺しか残っていないという珍しいパターンに、店主さんに本の掲載のご挨拶をさせていただきながら待ってるだ。こちらがラーメン木曜日さんの煮干し醤油です。やったー。湯気が立ち込めていて、ふわっと煮干しの香りが漂う模範的な煮干し醤油ラーメンと感動的な再会。これが550円なんて最高だよなってことで、いただきます。ではまずスープから。うめえ。ほんのりと酸味がありつつ、奥の方からいい意味でのビターな雑味がある煮干しの旨味が顔を出す壮高なくっちゃな味わい。すするの地元である青森の煮干しを彷彿とさせるスープで、キレのある醤油味も感じられてうまい。この木曜日を水曜日に編集して土曜日に公開できてよかったです。さあ、お次は麺を持ち上げて、よっしゃすする。ザパン。麺は平打ちの自家製太麺で、噛むと弾力があってビロリとすすり心地がよく、全粒粉が練り込まれていて、麺そのものの風味も最高でうまい。トッピングがシンプルなので、スープと麺の美味しさを真正面から楽しめる仕様になっていて、すする煮干しに感動。やっと皆さんにすすっている様子をお届けできた嬉しさもあり、張り切ってどんどんすすっていってます。てな感じで、チャーシューは豚ロースになっており、小ぶりながらジューシーな脂身を楽しめるもの。重すぎない食べやすさもあり、このラーメンに入るにはちょうどいいやつ。さらっと完食して、続いて2杯目のつけ麺醤油が到着です。こちらがラーメン木曜日さんのつけ麺醤油1玉です。おう、麺は相変わらずの太麺で、食べ応えがかなりありそう。つけ汁はかなりシンプルで、これはド直球ストレートな戦いになるぞってことで、いただきます。ではまずオンリー麺すすりしてみると、しっかりと水で締められており、コシがありつつツルツルとした表面の食感がたまらないもの。では早速そんな麺をつけ汁へとくぐらせて、1、2をすする。ボワン。つ
け汁はラーメンのスープをさらに過激にしたようなパンチのある煮干し醤油味になっており、煮干しの風味はもちろんのこと、醤油のキレとコクがさらに増した力強さのある味わいに。個人的にはこのつけ麺もかなり好みで、自家製麺の風味がダイレクトに感じられるのもこれまたうまい。決戦は木曜日ということもあって、さらなる勢いを持ってすすっていくよ。というわけでトッピングはメンマや小ぶりなチャーシューとやはりシンプルですが、麺好きにはたまらない構成で、明日からまた日月火ほら水木回って金土日曜、気がついた時にはもう麺がないという喪失感を締めのスープ割りで癒してもらいましょう。パンチのある煮干し醤油味にだし感が加わり、最高の締めになってさらに大好きに。ラーメンのスープと交互に飲んだりと名残惜しみながら本日も完食です。大変美味しくすすれました。ラーメンつけ麺どちらにも個性があり、安くてうまいラーメン屋さんに求めるものがそこにあるいいお店でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いや、木曜日さん行ってきたんですけども、よかったね。うまかったですね。なんだろうな、心にくるんだよな。なんというか、北海道でね、やっぱ煮干しメインでやったお店って結構珍しいんですよね。やっぱりこうどうしてもその札幌味噌ラーメンだったりとか、旭川の醤油ラーメンだったりとか、結構醤油塩味噌みたいな感じで3種類のラーメンがあったりとか、それでなんか煮干しベースでやってるってとことか、豚骨ベースとかね、そういうとこあんま少ないんですよね、やっぱり。なんですけど、木曜日さんはね、ちょっとお話閉店後にちょっと伺わせていただいたんですけども、もう煮干しと昆布のみらしいんですよね。なのでやっぱストレートにこの煮干しの旨味、そしてなんかほんのりね、この煮干しのいい意味でのこの酸味というか、こちらも感じられてね、スープもちょっとこうなんていうんですかね、いい意味でのやっぱりこう煮干しの雑味もありつつ旨味もありつつみたいな、この飾らない味がすごく好きですね。そして550円という価格、もう価格破壊でしょ。だって今日ラーメンとつけ麺すすってるんですよ。ラーメンとつけ麺すすってて1100円って安すぎるわマジで。どんだけ安いんかって。つけ麺もうまかったな。そしてつけ麺はね、またよりこう醤油のエッジ立ちつつ、煮干しのエッジも感じつつみたいな感じで、麺がね、あれ締めたらめっちゃうまかったな、太麺。で結局僕まだ木曜日さんのレギュラーの麺食えてないんですけどね、逆に数量限定の太麺の方が残ってるっていう謎の現象が毎回起きてますからね、本当に。今回も結局その数量限定の方の太麺しか残ってなかったので太麺でいただいたんですけど、いや平打ちのもちもち麺水で締めたらめちゃくちゃうまかったですね。はい、もうラーメンからつけ麺までもノンストップでサクッと完食してしまいました。なんかいろんなバランスがね、すごくよくできてるいいラーメンだなと。てかいいお店なんですよね、本当にすごくうまかったです。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン木曜日さん、毎日が木曜日やエブリデイ木曜日行きたいですね。どうもチャルトです。のびです。いや本日は北海道からはい木曜日さん、木曜日実はね、2回目の訪問なんですけど、あれ、そうかそうか。実は行ったことあったんですよ。2回目の訪問ということで、はい今回動画撮らせていただきありがとうございます。ありがとうございます。米編、はい皆さんコメントにする TV を編集するのびとチャルトが返信していくコーナーになっております。はい皆さんコメントいつもありがとうございます。ありがとうございます。まずはこちら、はい。地方だと雨降ってて寒い日は逆にラーメン屋混んでますよ。あら、あ、そうなんだ。なんかそれの理論やと穴場みたいなね。そうそう、雨降ってる。る日とかはもう全然ね、とかついてますよみたいな。僕はそう思ってました。俺もそう思ってたけど。そうなんだね、地方だと。温まりに行くんか、ラーメン屋がなんかなんていうの、寄り合い所みたいな。だし車だからあんま関係ないのかな、もう。そっか。元から別に雨どうでもいいみたいな。そうあんま関係ないのかもしれないね。で車待ちとかさせてくれそうやし、確かにね、そういうのもありそうだし。なるほどね。勉強になるわ。はそしてこちら、すするたまに目死んでね。い。いつもや。いつもか。ずっと死んいでる。やいや、キラキラしてるやん。してないよ。めちゃくちゃ輝いてるやん、すするさん。もう死にながら生きてねえからね。目が死にながら生きてる。ああ、なるほどね。リビングデッドアイなんで。リビングデッドアイ。魔法カード。魔法カード。リビングデッドアイ。すするの魔法カード。装備カード。装備カード。百獣の本みたいな。700ぐらいアップで。そしてこちら、はい生まれ変わったらバラのりになりたいよねっていう。バラのり。バラのりなんや。普通ののりじゃないんや。そう、いろんな生まれ変わりたいものある中でバラのりなんや。磯感芳醇、より自分だけでも磯感出したいんや。バラのりなん。いいですね。バラのりかな。でもバラのり、新潟出身やろな。ああ、なるほどな。よく乗ってそうやから。背脂系やろ。そう背脂と混ざりたいんやろな。うまいっすからね。背脂と結婚したいんやろな、こいつは。ってなる。